診断方法に関して。起用歴に関して言えば、クライアントの家庭環境は両親とクライアントのみの核家族であり、両親とも経済的にも社会的にも恵まれた環境にあると言える。両親の関係も非常に良く、精神衛生上問題となる要因は特に見受けられない。発端者の血族の病歴に関しては、両親からの情報からも、当研究所のデータベースにおいても、神経症、精神病、自殺者、血族結婚等の親類もなく、遺伝素因による発病の可能性は低い。出生時以後の児童期までにおいても特別なことはなく、現時点での襲撃もなく、不登校などの問題行動もない。既往疾患に関しても同様に調査した結果、問題になるような点は見受けられない。無論、当研究所の付属病院に関してはこれを除外する。カウンセリングを行った時点で、直接本人に現病歴を聞きたかったが、人見知り的な性格であり、非常にセンシティブな少女であるため、今回のカウンセリングでは、クライアントの心を開くべく、一般的な話に終始した。現状で母親からの話では、頻繁に怖い夢を見るとのことである。ただし、通常の夢ということではなく、現実感が強く、どちらかといえば幻覚に近い訴えを聞かされ病院に足を運んだとのことである。問題の夢だが、あまり内容に対して詳しくは語らないそうだが、突然意味不明な声が聞こえたり、無理やり目を開けられてビデオを見せられたとか、庭で遊んでいたらいつの間にか一人になった気がして怯えたりといった児童期特有の恐怖に対する想像の産物程度のものと考えられる。これらの症状は今後、自我が確立されるとともに回復に向かうだろうという見方はいささか楽観的ではあるが、小児の臨床事例からも可能性の高いことである。また、基本的にそれが治らなくても生活に支障がないと思われるほど、クライアントの受け答えは明瞭かつ知的である。ただし、母親の話の中で気になったのは、幻覚とともに現職を感じることである。この点は通常の児童期の精神症状としてはかなり得意であると言わざるを得ない。彼女の中にそうした妄想なり幻覚を抱かせるだけの恐怖のモデルがあったかどうかが重要な点ではあるが、これは今後のカウンセリングによって明らかにしていくつもりである。身体所見。体型は小柄で痩せ型、少々発育不全気味なところもあるが、この年代の少女としては特に問題ないレベルである。服装外見での問題点は髪型の一点のみ。片側のもみあげだけを伸ばしており、髪を束ねている。よもや学校で流行っているとは思えないが、彼女なりのファッションになっているようだ。母親の話では本人が好きでやっているとのことなので、彼女を理解する上で何らかの指針となるだろう。今後調査したい。おとなしい印象で肌も綺麗であり、その他の突起事項はない。問診。表情はやや暗いものの、笑った顔のあどけなさは全くの健康な児童である。話し方に関しては基本的に無口になる傾向はあるが、全くコミュニケーションが取れないほどのものではなく、控えめでおとなしい印象である。質問等に対する理解力も十分にあり、その答えも明快で問題ない。注意力、集中力、見当識、思考、感情の面にもおおむね問題はないが、病状に対する質問には疎通性に支障をきたす。現段階ではいたずらに症状のことを聞くことは得策ではないので、病状に関係する事項については確認できなかったが、総じてクレバーなおとなしい女の子という印象を受けた。母親から学校で描いた絵を見せてもらったが、非常によく描けており、美術センスはおそらく高い。これといって精神分析に役立ちそうな得意な点は見受けられない。現段階では幻覚妄想状態ということになるのだが、おそらくは全くの正常人である可能性が高い。病院側の身体症状の報告に関して気になったのは一点。視力が極端に良いことと、対光反射が標準範囲より低いこと。ただし、こういうタイプの児童に見られがちな貧血や皮膚症状の異常は見受けられない。今後の臨床上の突起事項。はじめに、私はこのケースに関しては精神科医という立場ではなく、カウンセラーとしてクランケに接することにする。したがって今後クランケこと岩倉レインをクライアントとする。
その理由は、一つはクライアントがまだ12歳であり、感受性の強い児童期であるため、彼女の中に自身が病気であるという認識を持たせたくない点。実際、今後の臨床の結果によるが、本日の面接において、彼女の病状は単なる子供の悪夢による精神的なダメージを引きずっている程度のものであり、面接中においても多少内向的な性格が認められるものの、受け答えには問題点が見られない点である。彼女を病気と判断したことに今更異議を唱える必要はないが、私の判断では現時点では彼女が病気ではないとさせていただきたい。もう一つ、私が精神科医であるのと同時にカウンセラーであるため、患者にとって最適な立場を選択できることである。今後カウンセリング過程において何かしら神経症及び精神障害の兆候が見られた場合、カウンセラーとして精神科医に判断を委ねられるということである。もちろん私自身がそのまま継続して彼女の治療に当たることも十分可能性があるが、研究の客観性を重視するなら、第三者に臨床を担当してもらい、私は引き続き研究対象として彼女と関わることが望ましいと考える。当研究所でも異例なこととは思いますが、精神医療の現場の向上のための研究ということで、了承していただければと思います。クライアントは非常に協力的であり、全く問題はない。ただし彼女の中でまだ私への警戒心があり、すべての問題を話し合うのは難しい状態である。比較的時間があったので、遊戯療法ではないが、簡単なゲームを提案するが、12歳ということもあって、あえなく拒否され、セッションに入った。観察者である私への個人的な興味を持っているが、これは私への警戒心の表れと思われる。自宅での人形遊びがクライアントの主だった日常の生活行動であり、人形に対する仮想人格を認め、そのことに対してコンプレックスを抱いていた。同年代の友人の少ない児童に見られる典型的な孤独からの逃避だと思われる。クライアントの受け答えに言語感覚の得意点が認められる。しかし、これはいわゆる病状ではなく、むしろクライアントは言語の高度な使用ができるという証明である。体育と運動の違いは授業であるかどうかであり、集団行動、さらに学校という舞台では顕著に比較される状況である。運動が嫌いなのではなく、体育が嫌いなのは自身への自信の欠如から来ているものと考えられる。突起事項。クライアントの動向が気になる。病院でのレポートの対抗反射の欠如傾向もあり、アディ症候群に近い可能性がある。合わせて活発な幻聴や被害妄想が見受けられることから、若年進行麻痺である可能性はあるが、ハッチンソンの山頂の症状はないので、極めて可能性は低い。憶測での診断はタブーだが、万が一のことを考え、すぐにでも髄液所見をするべきだろうか。ご指導よろしくお願いします。付属病院での診断がクライアントに影響を与えている。ロールシャッハテストで検査されていたという事実が彼女の心をすでに傷つけてしまっている。マインドレイプとまではいかないものの、今日のセッションで彼女を傷つけてしまった。安易な病名予想に基づく診断は慎まなくてはいけないと改めて自戒させられた。カウンセリングの意義と目的を彼女に説明し、一応の理解は得られた。今後、彼女の中でもカウンセリングに対する目的意識が芽生えてくれれば良いと思う。母親への警戒心があるようだ。幻覚は彼女にとって現実である。その現実を否定した母親に対する不信感の表れかもしれない。現時点ではクライアントの見る現象が知覚の異常による錯覚なのか、幻覚なのか、未だに判断がつきづらい部分もある。クライアントが体験した空中に映るビジョンは、天井のシミが怪物に見えるといったパレイドリア的なものよりも、さらに創作じみた嫌いがある。対象なき知覚に対して逆に対象を見出しているのではなかろうか。髄液所見の取り下げをお願いします。クライアント自身が自己の病名を気にして自力で調べている点からも、彼女自身の病気に対する恐怖は相当なものである。精神病というレッテルを貼られることは社会的に隔離されるというステレオタイプの一般的概念が
クライアントにも当然ある。精神病の一般社会における問題点を改めて考えさせられた。今回のセッションは、クライアントの病気であることに対する不安を取り除くための説明に終始した。その結果、クライアントとの信頼関係が築けたと思う。主に言語幻聴の症状に関して話をした。電線から声が聞こえるといった俗に言う電波系と呼ばれるものだが、聞こえる話の内容が本人と関連がない点で被害妄想とは異なる。物理的影響妄想と分類されるべき内容だが、妄想と呼べるほどの混乱した症状はない。電話線や無線電波が具体的な声として変換されて聞こえるという子供らしい理屈づけをすることで成立している幻聴であり、頭が良く感受性の強い商人に見られる創作の幻覚と言えるだろう。しかし、幻覚症状が日中に起こることに関しては極めて得意である。特にクライアントが嘘をついているとは思えないが、小児の場合、友人と話している最中に幻覚状態になるケースは極めて稀であると言える。おそらくは時間や状況の記憶が本人の中で曖昧になり、別な体験と混同しているか、もしくは友人と話していた夢を見ていたのかもしれない。クライアントとの信頼関係が崩壊した。原因は私の配慮不足である。彼女の現実的恐怖を私の主観的判断で仮想的な空想として一方的に表現してしまったためである。さらに不安を除くため、意図的に軽い調子で言ったのが一層深くクライアントを傷つける結果となった。両親への経過報告とクライアントへの謝罪のため、保護者同伴にて来所を要望する。なんとかクライアントの心をつなぎ止めることができた。症状が特に悪化しているわけでもないので、焦らずゆっくりと信頼関係を築いていくことに注力する。視力の問題に関して本人に伝えた。目が良すぎたり耳が良すぎることから、周囲の人間との比較で自分が普通ではなく得意な存在であることに対するコンプレックス混じりの不安が彼女の大きな結実因子である可能性が高い。同時に単純な知覚過敏というよりも神経症患者に出現する既視感にも似た症状が並行して見られる。詳細は省くが、その時点で知覚されるものに現実感が乏しく、知覚が組閣されることがあるらしい。時間感覚に関しては、クライアントの言葉を信じるなら、大きな異常は見られない。実際問題、彼女の捉えている景色が本当にそう見えているのかはわからないが、それが身体的異常であろうと、知覚の異常であろうと、自己の過小評価に起因する彼女の自己の組閣が治らなくては、根本的な解決にはならない。理人神経症と直ちには言えないが、以前の幻覚に対する曖昧な認識を合わせて考えると、理人症状に近い状態であると思われる。自己の過小評価をなくすために、クライアントに自信を持たすように話を進めた。未だに表情の動きは乏しく、冷たく硬い表情を示しがちだが、あくまでパーソナリティの範囲であると理解できる。知的なクライアントであるため神経を使うが、理解力が高いため効果は期待できそうである。クライアントの興味は私よりも私の職業に向いている。医学知識を学びたいというクライアントの理由は自身の病気への不安から来る探求心の延長だが、このことが彼女にとって自己を考えるいいリハビリになる可能性もあり承諾した。当然そうした知識から自己の病気への不安を助長してしまう可能性は否定できないが、現在のクライアントとの関係上、それを避け得ることは十分可能と考えられる。かねてから気にかかっていたクライアントの髪型に関して聞くことができた。幻聴を防ぐおまじないのようなものだった。おそらくすでにあの髪型のままでも幻聴は聞こえてしまったことだろうと思うが、あの髪型をやめることはさらに激しい幻聴を引き起こすと潜在的に思っているのだろう。我々の交通安全のお守りと何ら変わらない。お守りを過信することに危険性がないとは言えないが、現時点でクライアントに髪型を変更させるつもりはない。相変わらずクライアントの興味は精神病理にしかなく、他の話題に関しては無関心とまではいかないものの興味を示さない。質問攻めにはやや疲れたが、何かしら得意な分野を持つことで自我が強化されたり、自己の過小評価がなくなる可能性は非常に高い。
また、こうした症状を持つ第三者のケースと比較することで、客観的に自己を確認できるはずである。全体的にリラックスしたムードの会話ができるようになった。記憶に関しておそらく何らかの問題があり得るだろうと想定していたが、過去の自分の記憶が自己の経験として認識できないことから、同一性の障害、もしくは単一性の障害かどちらかの自我の異常の可能性がある。ただし発展途上の自我での問題であって、今後自我の強化をしていく上で自然と解決する程度の問題なのかもしれない。クライアントとのコミュニケーションは良好である。前回のセッションで多少質問攻めに苛立ち、からかい半分の会話にはなったが、かえってそのことでクライアントとの距離は確実に縮まった。今後もクライアントの自我の成長、確立への援助を中心としたカウンセリングを行っていく予定。だいぶ表情に明るさが出てきた。ここ数ヶ月で仲良くなったらしい友人の影響と思われる。それに伴う生活環境の変化により、環境因子の改善がなされたためだろう。同年代の気の合う友人を見つけられたことで、おそらくは私よりも親密な関係を築いていくことだろう。質問が減らないのは、私に対して何を話していいかわからなくなったためではないだろうか。今後数ヶ月の様子を見て診察を終了したい。質問攻めは治らない。この件に関して言えば、単なるクライアントの性格の問題であるのかもしれない。以前幻覚時に現実感消失を感じたことに対して、未だに不安があるらしく、その質問に終始した。当時の症状は、おそらく過度の自分への過小評価から別な自分への憧れが具体化し、その新しい自分と以前の自分自身がすっかり違ってしまったため、離人症状のような状態を自ら作り出していたのではなかろうか。しかし、今となってはもう、それが起こる可能性は極めて低いと予想される。問題ない会話で終始した。肌も健康的で印象が強くなってきた。全く普通の中学生でしかない。もはや、ここに来る必要はないと言える。高島教授へ。秋の学会へ提出する論文のための別のクライアントを申請します。特になし。高島教授。先月お願いいたしました別なクライアントの件ですが、どうなってますか？よろしければ外来の担当の方をご紹介いただければ自分で手配します。特になし。高島教授へ。今回のクライアントの最終レポートをまとめます。ある程度見当をつけてから起用歴を取った方が良いと思っていましたが、まるで問題がないためここまで取りませんでした。最終レポート用に起用歴の残りの部分も来月にはまとめます。秋の学会まで時間がありません。何とかお願いできないものでしょうか。これでは間に合いません。これは私への嫌がらせなんですか？特になし。管理事務局長様。後任の室長が決まるまで、この報告書は誰に出せばよろしいのでしょうか。特になし。管理事務局長様。新しいクライアント、ありがとうございます。現在のクライアントの状態は報告の通りです。最終レポートをまとめ次第お送りいたしますので、問題なければカウンセリングを終了したいと思います。管理事務局長様。起用歴の確認のため、クライアントの同級生に調査をしたところ、問題点が見つかりました。大変申し訳ありませんが、改めてカウンセリングを開始したいと思います。恐れていた通り、クライアントは自分の中で架空の友人を作り出しており、私の意見に対しても反抗的な態度で否定してしまった。その際、言動の論理性は客観性に著しく欠けており、まるで精神分裂病の患者のようである。もちろん直ちに診断することはできないが、以前の現実感消失や離人症状の現れから、年齢、性別を考慮すると、離人神経症の恐れもある。また、人格障害が極めて軽いことと、幻覚のことを考慮するなら、妄想型の精神分裂病の病型であるパラフレニーである可能性も高い。今後はできうる限り中立的な第三者としての立場で彼女に接するつもりだが、これまでの経緯の中で彼女と密接なコミュニケーションを築いてしまったため、
第三者的に接するのは難しい。担当を変えるべきか、次回のセッションで決定したい。管理事務局長様。わがままを申し上げてすみません。現状の他の仕事の方も間違いなくやり遂げます。このまま進めさせてください。クライアントとの関係の修復に全力を費やしたが、残念ながら効果はなかった。どうやら架空の友人を否定されたことで、完全に自分の世界の殻に閉じこもってしまったようだ。完全な自閉状態であると言える。なんとか会話は続けられるものの、あまりにも距離の近しい患者となってしまったため、不用意に距離を置こうとするとパニックを起こす可能性も十分にある。しばらく様子を見るしかないとは思うが、このまま精神療法を行うことで、場合によっては私が被害妄想の対象に繰り込まれる危険性がある。管理事務局長様。今後の対応について。患者自身が疾患にかかっていると思っていないので、治療は極めて難しい状態ですが、担当を変えるということで、患者の環境を変えることが先決であると考えます。ただ、現状で担当変更という対応ができないのならば、抗精神病薬の少量、コントニン、またはネオペリドールの投与を提案します。鎮静作用があるので試みる価値はあると思います。倫理審査委員会への書類提出は必要でしょうか。クライアントは終始穏やかな表情であり、緊急に何かをする必要はなかったのかもしれない。クライアントの私に対する考えは以前と違いはなく、何気ない会話では架空の友人との話を避けていれば問題はない。ただ気になるのは私の個人的な部分への質問である。意図的に私の感情を煽っているようにさえ思える。ただ、それは私自身の焦りからの錯覚かもしれない。なんとか以前のような親密な印象を持たせつつ、徐々に客観性を持って指導していきたい。これからもう一度、初めからやり直すつもりで。クライアントが全く別な人物に見えるほど何か違う印象を受けた。私の主観的な部分がそうさせているのか、それとも症状の経過によって何かが変わってしまったのか。会話中、やはり理解に苦しむ発言や私を煽る発言があった。カウンセリング中に私はヒステリーを起こしてしまい、自身を見失ってしまった。もう私の手に負えない。私にはもうどうすることもできない。担当を変えてください。全体的に若々しさや張りがなく、年齢よりも老けた印象。落ち着いた話をしていても視線が定まらない。会話中も手首を微妙に動かし続けて、不安な心境を露呈している。おそらくは本人も身体感覚の異常に気づいているものの、自身のプライドの高さから病状を認めず、疲労と睡眠不足のためであるとし、努めて元気を出そうと意図的に振る舞っているのが伺える。会話の中で幸せな自分が想像できないと将来に対する希望も持てず、自信が喪失し、やや厭世的な心理状態に陥っている。刺激するとヒステリーを起こす状態。クライアントは几帳面で勤勉であり、円満な対人関係を維持するために気遣いをする典型的なメランコリー神話型の人間であると言えるだろう。今後は患者の心理的負担を軽減しつつ、精神指導を行うものとする。カウンセリング中に偶然手に熱いお湯をこぼしたクライアントは、すでに痛覚失認しており、何事もなかったように片付けをした。また自己の身体部位のイメージがずれている可能性がある。気質的脳疾患、または内分泌疾患かの脳障害が罹患している可能性もある。確認のため、シンチレーションスキャンニング、もしくはポジトロン CT による後頭葉の検査を要する。なかなかクライアントが心を開かない。多少の荒療治が必要。意図的に感情を逆なですると、漠然とした将来への不安感に反発するように、攻撃的な面が現れてくる。アンビバレンスの歪んだ現れと言える。今後、能率低下、記憶力減退、注意力減退の自覚とともに、劣等感や自責傾向が強まっていくのだろう。その結果、衝動的な行動が目立ち、知覚の阻壁、ないし理人症が見られ、
現実感の消失に悩む可能性は高い。突発的な自殺企図の可能性もあるので、トフラニールを投与する。人格水準の持続的低下が見られる。感情が麻痺しており無関心で、作業意欲が低下している。目もうつろで、女性らしい気遣いが以前に比べて格段に減った。これまで来客の際にお茶を出さなかったことはなかったが、それすらも気が回らない状態である。自身の想像している自己と現実の能力差が自分自身を責め立てている。すでに自我の単一性が失われ、クライアントの自我は崩壊し始めている。私の前でも自信のなさを露呈し、自分が病気になったような新規感を抱いている。時々私のことがわからない。私の問いかけに関しても反応が鈍くなった。自信のなさが自己評価のバランスを欠いている。知識に不備が見られ、正確な判断がなされていない。自分の立場をすでに見失っている。メランコリー型性格の患者には、発病との関連を自覚させるような精神療法が有効であるため、クライアント自身の自立を促す方向で対処する。神経症の症状に加え、うつ病と精神分裂病的な症状も見られることから、非定型精神病の可能性もあり、脳波の除波化の傾向がないか、付属病院に脳波検査を含む精密検査を依頼。私の話が理解できない。専門用語に関する知識には反応するが、話し言葉に対しての理解がやや困難である。言語性聴覚失眠と診断。クライアントの場合、恋愛にまつわるトラブルは間接的な原因に過ぎない。継続的なアプローチによって、おそらく彼女の自我は取り戻せると確信する。薬物療法を中止し、精神療法と環境療法を合わせて治療していく。クライアントは自己と社会とのつながりを見出し、自我障害を完全に克服した。PPRS でも HMD の臨床評価も全く問題はない。私の初めての治療は無事終了した。ありがとう。私の大切なクライアント。